こんにちは、言葉つなぎです。今回は陣対策、こういったテーマでお話しします。皆さん最近こんな陣形を見ませんか？最近は節画軸の陣形も増えてはきたんですが、アリーナでの使用率を見ると、ベナカ8位、陣9位、ヘルガは4位と非常に採用率が高いです。割とこういった形の陣形を見るんじゃないかなとは思うんですけれども、僕個人としてはですね、初手アレックが結構好きで、かなり使ってはいたんですが、この陣形のですね、マモニルを殴ってしまうと、アレックは消し飛ぶわ、ヘルガは起動するわで結構高い確率で負けてしまいました。この配置で言うとですね、シグムントの位置にゲイラニアが来たりとか、あとはマモニル最後尾でヘルガが最前、その 1,2 マス後ろにジンが配置されてるなんて陣形もあるんですけれども、割と大体使われるメンツはこんな感じみたいなイメージがあるんですが、今回はですね、こういった陣形の対策について考えてみようと思います。今の環境で陣は非常に強力だと思ってます。この陣形の肝も陣だとは思いますので、今回はこんな感じですね。陣はなぜ強いのか、陣単体の対策、陣を使った陣形の対策、こういった感じで3本立てで解説をしていこうと思います。それではまず陣がなぜ今強いのかなんですけれども、理由は2つあると思っていて、1つは優秀なスキル持ちでベナカとシナジーがあるからですね。この陣ですね、非常に優秀なスキルを持ってます。メインとなるスキルは2つあるんですけれども、1つはおぼろ返しですね。圧倒的にブラダスで多い基本攻撃後に発動するスキルを全て無効化どころか反射をしてしまう壊れスキルです。このスキルとダメージを肩代わりできるベナカと相性が抜群で、強いシナジーがある感じですね。破壊力の高いアレックをベナカだったりヘルガを併用することで簡単に返り討ちにできるのがこのスキルの怖いところですね。強いスキル2つ目ということで、一刀両断、陣が行動することで防御 100% になるし、さらに HP も回復が可能というスキルですね。おぼろ返しで非常に硬い陣なんですけれども、地道に頑張って削ってもこのスキルで簡単に HP を回復されるっていう場面はアリーナではよく見ます。陣が強い理由2つ目ですね。セット効果の使用変更が有利に働いてるからです。セット効果が変更されてクリダメ増加をするようになりました。それがイコールより陣を強力にしてます。陣はスキルでクリダメが高いほど防御力だったりクリティカル確率が上昇します。特に防御力が上がるっていうことが非常に重要で、陣は基本攻撃後のスキルは無効化できるので、基本攻撃か基本攻撃前のスキルで倒されないってことが重要なんですが、防御力が上がることでより倒されにくくなるということですね。またセット効果要因の半夜だったり鶏卵は環境的にはなかなかアリーナとかで使いにくいんですけれども、セット効果の使用の変更によって場に出ていなくても陣は恩恵を受けられることになったので、その点も非常に陣にとって有利に働いています。強力な陣についてですね、どうやって対策していくか確認していきます。大きく分けて4つあるんですけれども、1つはおぼろ返しのルールに沿って殴り倒すということで、要は基本攻撃で陣を倒してしまえば基本攻撃後発動のスキルが殴った側に返ってこないということで、分かりやすいのは先行初手アレックで一気に陣を殴り倒すってことですね。アレックバルゼは相打ちだったり返り討ちに可能性があるにはあるんですが、基本攻撃で倒してしまえばなんてことはないです。2つ目、楽印で大幅弱体化ということで、セリアだったりネルアを当てて火ダメを大幅増加させることで弱体化できます。ネルアの場合は状態異常ってことになるんですけれども、セリア砲を当てることで大幅に弱体化できるので、この手段も有効ですね。3つ目、持続ダメージで倒す。ゲイラニアだったりヘルガの免疫がなければギュンターなどの持続ダメージが非常に有効です。おぼろ返しだったりベナカの肩代わりのスキルは持続ダメージは対象ではないためですね。4つ目、バフ封印でスキル発動を抑制する。バフ封印状態では先ほど紹介した一刀両断スキルは発動ができません。高防御のアンジェリカはバフ封印を陣に付与できるし、おぼろ返しでダメージスキルを跳ね返されたとしてもアンジェリカ自身特にダメージは通らないので、アンジェリカは陣に相性がいいと言えます。同じような理由でバフ封印を付与できるバルゼも陣得意とも言えるし、相打ちになるケースもあるので、なんとも相性的には言いづらいんですが、バルゼのバフ封印も有効ですね。先ほど紹介した4つの陣対策の問題点っていうことになってくるんですが、アリーナでヘルガが併用されている理由にもなってくるんですが、ヘルガと陣のシナジーも非常にいいということですね。陣を防御 100% だったりデバフ免疫
を付与したりだとか、陣に持続ダメージが入っている時に浄化したりだとかで、非常にヘルガと陣相性がいいです。ヘルガによって陣対策が結構無効化されるっていうことがあるんですが、防御アップだったり免疫は維持ターンが短めではあるので、それが終わればまた陣対策通るには通るんですがっていう話ですね。バフ封印自体はデバフ免疫があろうが通りはするんですが、即陣を倒すことはどうしてもできないです。狙えるならっていう話になってくるんですが、自分の周りの環境の陣形をよく見て先にベナカを狙うだとか、流行りの先ほど紹介したような防衛陣形に当たらないことを祈る、または当たっても3分の1の攻撃ラインを引くことを祈るっていう感じですかね。ネルアだったりセルアが刺さることを祈ってもいいんですが、どうしても相手の陣形とかに左右もされるので、ちょっと運ゲーになる感はありますかね。ここで僕のおすすめの先ほどの陣形の対処法っていうことになってくるんですが、追跡のファルコンを使うのが結構いいんじゃないかっていうことになってきます。具体的にはこちらの陣形ですね、3分の2の確率を生かして相手をマモニル、ヘルガ、ジン、バルゼ対策とかでシグムントとかを最後尾に置いてるんですが、それらの強力なダミーラインで相手を不利にしてしまおうっていうのがコンセプトになってくると思うんですけど、その厄介なダミーラインをそもそももう無視してしまおうっていうのがいい感じですかね。具体的には追跡のファルコンを使ってしまうとそれが結構できたりします。注意点としては無改造だと厳しいので、できれば5まで上げたいです。5まで上げるとどうなるかって話なんですが、攻撃型、支援型、魔法型を選択できるようになって、それらの選択した一番早い行動順のキャラをターゲットにすることができます。ダミーラインを敷くってことは相手も攻撃ラインが1列と仮定してですけれども、ダミーラインを敷いてる側は3分の2の確率で有利を取れて、攻撃してる側は3分の1で相手の攻撃ラインを攻撃できるっていう感じなので、確率としては防衛してる側がちょっと有利みたいな感じになってしまうんですけど、その3分の2の確率でですね、相手に動かされて不利な状態で攻めるくらいだったら自分でですね状況を動かした方が有益じゃないかなっていうところですね。これ僕がパッと流行りの陣形を適当に真似した感じなんですけれども、例えばこの陣形で言うとファルコンで攻撃型を狙ってみるとアレックが対象になりますので、ファルコンで攻撃型を設定しつつこちら初手アレックで攻めれば、仮に本来7番のマモニルを殴る位置にアレックがいたとしても相手の4番のアレックに吸い込まれるので4、5、6、3枚抜きができて、ほぼほぼこの勝負は勝ったみたいな感じにできるんですね。相手もそれを警戒して防衛陣形の時は例えばジンが攻撃型の最初に行動するとか、よく見るのはなんかシグムントが最初に行動するっていうのはあるんですけれども、その辺はちょっと読み合いにはなるんですけれども、例えばこっちが初手アレックで突っ込むって場合に、じゃあ読み合いで例えば魔法型を設定しようっていう時に、こっちの狙いとしてはベルフェロンに突っ込んでほしいけれども相手が対策をして1番ヘルガにしてましたっていうと、ファルコンの意味が一切なくそのままアレックが1番に突っ込んでヘルガを起動した上でジンを触ってしまうので、アレックは消し飛ぶっていう感じで、読み合いというかそこら辺に負けたってなっちゃうんですけれども、魔法型を狙うと怖いなっていう時だったらもう支援型を狙ってしまえばベナカを最初に狩れるので、ベナカさえ狩ってしまえばヘルガは残るけれどもジンはもう怖くなくなるっていう感じになります。ファルコンを使わずに3分の2の確率で相手のですね強力なダミーラインに突っ込むくらいだったら、ファルコンで戦略的に何かしら相手の有力な駒を排除を狙っていくっていうのも一つの手かなっていうところですね。こんな感じのですね厄介な防衛陣形に悩んでいる人がもしいたら、ぜひ追跡のファルコンの強化を検討してみてください。ちょうど運営から配られたスペルカードの強化用素材シュタインインクを使うと3段階目までは強化が可能です。できればですね5段階目まで上げてもらうと駆け引きなどでアリーナでできますし、ギルド戦でも当然大活躍するスペルカードなので、追跡のファルコン現時点だと僕としては非常におすすめのスペルカードになってます。陣形を構築する、その陣形に対して対策をする、その対策に対して対策をするみたいな感じで、あくまで PVP なので無限ル
ループはしちゃうんですけれども、強い陣の流行っている陣形の対策の一つが追跡のファルコンかなと思います。PVP での対策の試合がですね、ブラウンダストの真骨頂っていう感じではありますので、そこら辺ぜひ楽しんでもらえればと思います。はい、というわけで今回はこれくらいにしようと思います。自分のチャンネルではブラウンダストの有益な情報を発信していきます。チャンネル登録してもらえると有益な情報をお届けできますので、ぜひよろしくお願いします。また動画を閉じる前にいいねボタンを押してもらうとやる気もアップするので、ぜひお願いします。というわけで今回は以上となります。さようなら。